結構ね、うーエネルギーがもう本当に下がん。りまくってて、で、大変でしただいぶ痩せましたね、僕ね。もね。すごい浄化なんですね。エネルギーがうん。すごいこう変動がすごいですから、本当にこういうコロちゃんのことが起きてたりするのも本当に休ませるっていうことのためですからね。仏様みたいになっちゃったけど何かあったのみたいな、なんかなんか今ね、僕は即身成仏状態にね、こうなっちゃっておかしいですね。なっちゃったみたいですけど、本当に作りたい世界っていうものを本当に作る時に来てますよって言ってるから、一人一人がやっぱりこうクリエイターであり創造主である。他にはい、始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。あきこです。こんにちは。よろしくお願いします。はい、今回はですね、はい。やっぱりこの新しい時代がね、このコロナによって来るんではないかということなので、その新しい時代のビジョンについて、今日はちょっと話をしてみたいと思います。はい。はい。でですね、先にちょっと私が、この2週間、結構実は体調が悪くてですね、本当に、前回ね、動画を撮った時も、結構ね、だいぶ回復はしてたんだけど、結構ね、エネルギーがもう本当に下がりまくってて、で、大変でしただいぶ痩せましたね、僕ね。もね。それで今、50キロぐらいかな。54キロぐらい、50キロぐらいになりまして、ようやく今ちょっとね、戻してきて、食欲もなかったですしね。でちょっとそんな、ね、僕みたいな人意外と多いのかもしれないんですけど、なんか、あきこさん、そういう時ってどういう意味があるんですかね。今、本当に今月すごい浄化なんですね。エネルギーがすごいこう変動がすごいですから、本当にこういうコロちゃんのことが起きてたりするのも本当に休ませるっていうことのためですからね。それでも休まない人は多分体調が悪くないまさに、ちょっとね、僕がね、かもね。僕の仕事は結構忙しくなっちゃいましたね。コロナによって3倍ぐらい忙しくなっちゃい、で、どっちかっていうと休めなくなっちゃったんだけど、そんな時にもうまさに強制的に体調が悪くなってね、休まざるを得なくなっちゃったんだけど、もしかしたらそういうことなんですかね。やっぱり今コロナっていうのが、人間に世界的にやっぱりこう、休ませるっていうか、そういうことが起きてるんだけど、そうじゃない人も体調が悪くなったりして、結果休むことになっちゃうってことなのかな。そうだと思う。だから本当にそれぞれがそれぞれのベストなことが起きてると思うから、みんな違うと思うんですよね。私はちょっとコロちゃんのこういうことが始まって、ロックダウンなのに超忙しいんですよね。いつもゴロゴロしてたのに忙しいんですよ、とにかく。だからいつもなんていうのかな、ぼーっとしてたりダラダラしてたのに、こういう時にね、なんかのんびりするはずなのに忙しくなっちゃってるんですね。だからこれが私にとってはベストな、いろいろ降りてくるからそれを動いたりするんだけど、これは私にとってはこうだけど、他の人にとってはだからこう、仕事を一回ちょっとねストップ、なんていうのかな、やめるっていう形になって何か自分を振り返るっていうことをやってる人もいれば、体調悪くなってる人もいれば、すごい忙しい人もいれば、すごい恐怖心でね、家族がね近くにいて、なんていうのかな、なんかこう喧嘩しちゃったりとか、なんかいろいろ気持ちのアップダウンがある人がいたり、それぞれ本当にその人の必要な学びが来てるとは思う。でね、今ね、その新しいやっぱりコロナがね、やっぱ影響によってやっぱ会社をね、やっぱり辞めざるを得ない人も出てくるし、ね、商売やってる、飲食やってるいろんな人たちがね、もう仕事を変えざるを得ないとかね、そういうことがいっぱい起きてくるじゃないですか。で、そんな時だからこそ、やっぱ新しい時代のビジョンがね、皆さんの中になければ、やっぱりこう不安感も、やっぱりね、どんどん出てくるし、こういう時代だからこそ、やっぱり宇宙的な視点を持った新しい時代のビジョンっていうのをちょっとこう示していきたいと思ったんですよ、今日は。
そういう意味ではどうですか、あきこさん。なんかそういう新しい時代のビジョンってどんな感じですかね。新しい時代のビジョンは、だからもう在宅でも前から来てたんだよね。家でこういろんな人たちが在宅で仕事をして、しかもそれぞれのビジネスをそれぞれが請け合うみたいな。だからみんなが個人事業主になって、なんていうの？個人事業か。自分の仕事をみんなそれぞれが持っていて、それぞれがそれぞれのサービスを請け合う。だからなんかそういう時代が来るってずっと思ってたんですよね。で、いつか来るだろうとは思ってたけど、なんかもう結構早く、もうなんていうのかな、必要に迫られてるんじゃないかなって思うぐらい、こんな早く来ると思わなかったけど、それが必要だと思うし、それが求められてるなと思います。そうだな。僕もね、やっぱりそういうことをね、ずっと20年ぐらいやってきて、自分ではね、いろんな人にそういうのいいよいいよって言ってたけど、やっぱりなかなかね、こういう時にならないと、やっぱり、オンラインで仕事って考えない人の方が多かったと思うんだよね。今、ようやくそれをね、切実に始めた人は多いし、そこでこう分かってくることっていうのは、やっぱりまずはね、確かにちょっと仕事がもう無理な人もいますよね。リアルの仕事の場合は。本当にその新しい仕事を考えることにもなるだろうし、あとは、もっともっとね、こう、いろいろ考えていくと、結果、面白くないというか、自分が好きじゃない仕事をやり続けることは、特に在宅とか家では、多分無理なんじゃないですかっていうのを感じるんですよね。なんでかっていうと、会社に行って、とりあえずね、会社に行って、決められたことを振られて、そこで、一応人間関係とかをこなし、みたいな。で、そこでこう、ね、与えられた仕事をやるっていうスタンスが、もう、経済がね、回らなくなってくるんですよ。そうなってくると、やっぱり雇用も守られるかっていうと、結構な割合で守られなくなってくるでしょうしね。で、会社はこういったオンラインで、在宅でやる仕組みの方にどんどんシフトしていくから、それが、要は役立たない人みたいな、いわゆる今までだったら、なんとなく会社に行ってる人っていうのは、もしかしたら会社としてはもっとシビアだから、いやそういう人もいませんみたいな。本当に役立つ人、本当にね、役立つ人っていうのは結果、裏返して言うならば、その仕事を本当に楽しんでやってて、結果を出せる人ってことになるんだけど、そういう人が残っていくし、大企業っていうのが、多分今後はだから大企業っていう働き方というか、仕組みっていうのがかなり、ちょっと無理が出てくると思うんですよ。なんでかっていうと、よりこうね、こうやって家でする仕事をしていくことによってね、さっきみたいに自分のスキルをどんどんこう細分化して、売っていく。結局は個人事業主みたいな方向が増えていくんですよね。そうなってくると、会社として縛ることもできなくなるし、逆に会社は体力が落ちていくし、じゃあ結果そういう時代になってくると思うんですよね。で、やっぱりそうなってきた時にも、やっぱりようやく本質に戻っていくんですけど、結果自分が好きなことというか、自分がやるべきこと、の方しかもうできないよという時代が来ちゃうんじゃないかと思う。その辺どう思います？あきこさん。来ると思うんだけど、もうやっとくといいよね。だから、まだ、もうちょっとゆっくりというか、急いだ方がいいとこもあるけど、バランスがやっぱり大事だと思うんですね。私は本当バランスが大好きだから、いつもそういう、だからこそその好きな仕事、自分が何が好きかとか、そういうものをやっぱり自分で掘り下げて、気軽にいろんなことやってみるといいと思うね。今、在宅でできることをいろいろやりつつ、よく質問されるのはさ、例えばやりたくない、派遣の仕事とかね。でもやっぱりやってるとして、でもこれやりたくないからやらない方がいいのかとか聞かれるんだけど、もしそういう仕事がまだあるんだったら、やっぱりこう両方バランスをとっていくと、こっちの方の仕事もうまくいくし、こっちの方があることによって心の安定が出てきたりするから、それでこれから先にね、本当にそういうなんていうの、派遣とか、なんかこうやりたくないような仕事っていうのが本当にこうできなくなる時代が来た時に、こっちのいろんな選択枠を知っておけば、スムーズにそういう時代に入っていけるから、
今はだから本当移行期間だから、うん。いい機会としていろんな種類のものに手つけるみたいなそうだね。感じでやるといいと思う。まあ、さっきね、僕もやりたいことをうん。やるし、じゃあ行くよって言ったけど、かといって会社を無理やり辞めるのは僕も粘った方だからね。会社を行きながら副業をやってた方だから、まあ、アキコさんもそうだしね。それは本当にそうしてほしいし、やっぱり忙しい業界っていうのが多分あると思うんですよね。こういう時に忙しくなっている業界とかがあると思うから、そういうところの今度、例えばね、職を失った人はそういうところをちょっと今までやったことない業種とかになるかもしれないけど、そういうところのなんか新しい視点。今まで自分が働いてきてた業種っていうのがね、やっぱり対面であったりとか、どこかに行ってみたいなことができなくなってね、今、これからもっともっと来るかもしれないから、まあ、忙しい業種をちょっと探してみるとかね。そういう新しい着眼点大事だと思いますね。やってみる。あとはまあ経済のね、仕組みが結構根幹から変わるぐらいの、まあ大きな、今回のね、出来事なんだけど、そんな時にね、まあ、あきこさんのビジョンをちょっと聞きたいなと思ったのは、まあ、ベーシックインカム的なね、ある一定基準を国や政府が支給していく時代っていう方向もあるじゃない？その辺ってどう思います？これ来ると思いますね。国語の方はそうじゃないですか。なんか知り合いとかいて、いいなと思ってたもんね。だから、税金は高いんだけど、ずっといいなと思った。なんかこう、医療であったり、学校であったり、こう、お給料であったりとか、ある程度は保障されてると、そうするとさ、やっぱりこう、自分が本当にやりたいことやったり、新しいこととかに挑戦しやすいし、全然その不安から何かするっていうよりも、なんていうのかな、安心感かな。そういうところが、多分、こう、もっともっと、こう、なんていうのかな、政府とか国かな、国のこう、そういう新しいモデルが出てきて、それをこう、バーッといろんな国が真似するような、なんかそういう感じになっていくのかなって。すぐではないと思うんだけど、そういう風にはなっていくと思いますね。ビジョンとしてはそういう感じ。だから、話聞いた時にいつもいいなと思ってたんですよ。税金が高くてもそっちの方がいいなってずっと思ってた。そうだよね。だから、いろんなね、まあ今情報が多い時代だけど、いろんな未来がね、想定されるけど、やっぱり、ある意味やっぱりそのベーシックインカム的なというか、ある一定の支給みたいな方向にはどうしても行くイメージがあるよね。で、さらに、ありますよね。で、さらに、そこをね、ようやくね、人はやっぱりこう、自分が好きなことがね、できていっていくのかなっていうのもあるし。今までさ、ちょっとやっぱり大変なこともあるかもしれないけど、やっぱさ、今までってやっぱお金のために自分のすごい大事な人生をさ、切り売りしてたんですね。お金とか仕事、なんかやりたくないことやったり、まあそこで学ぶことがあったんだけど、全然自分自身のことを大事にしてなかったんだよね。まあ振り返る時間がない。だってもう労働者みたいになっちゃってたんですよ。みんな、私もそうだったし、だってもう、なんていうか稼がないと、お金作らないとね、食べていけないし、それだけお金かかるからね。そう。だけど、やっぱりこれすごい変だったんですよ。なんか感じ。こういう感じが当たり前になってたけど、だからそれを今戻してる時だからね。そうだね。で、そうだな。まあ、新しい時代のビジョンとして、どうなんだろう。あきこさんは、お金ってどういうふうになっていくんですかねっていうのが、まあ、いろんな情報あるじゃないですか。お金要するにね、まあ、今のまあドルとかをね、基軸とした、まあ、資本主義のね、まあ、そういった形っていうのが、まあ、もしかしたら崩れていく、全く違う形になっていくって話もあれば、ね、新しいそういうね、世界的に、まあ、デフォルトじゃないけど、やっぱり今ってどうしてもこう、ね、お金をめっちゃ、実体経済の何十倍吸っちゃってるじゃない？だから、それがあるタイミングでリセットされちゃうよって話もあるじゃない？そうなるとなんか、今までの紙幣の価値どうなっちゃうのみたいな。まあ、そんな話もあるんですけど、なんかそういうので、
ああ、そうビジョなんだ。ンとかある？なんかビジョンとしては急にガラッと変わるイメージは来ないんだよあ、な。そうだからじゃないんだ。今みたいな感じで、お金っていう、ものの価値はずっと変わらずにあって、うん。それで、あとなんだっけ、ピーみたいな、なんだっけ、何それ？スイカみたいな、ああ、スイカみたいな、なんうん、だっけ、うん、電子マネーみたいな、うん、ああいうのとかで、だからもうお金に対してあんまりみんながこう、いろいろ考えなくなるようなシスうん、テムがもっとできてきたり、ポイントだったりとか、うん、そういうものと半々になってくるけど、お金ってうん、ものはやっぱずっとなんかあり続けるっていうか、全うん、くなくなるっていうことはなんか、なんかそうなるといいんだろうけど、うん、私たちが生きてるうちにはそうならないんじゃないかなとうん。思なるほどね。じゃあ今う。既うん。存のお金のいわゆる仕組みうん。と、あと新しく出てくるうん。そういった、まそうそうそう。あ、電うん子マネーなのか、まあ、ブロックチェーンに紐づいたそういったものがうまいこと絡み合い、うん。うん。で、ある程仮度その想通貨とかそういうやつかな。仮想通貨的なね、それがあるう程度ん。うん。ベーシックインカム的にみんなにあうん。る程度いいうん。感じに行き渡りつあ、つそうそうそうって感じ？そうだね。うん。うん。イメージはそっちの方ですうね。なんん。かさ、極端なことでさ、全部それがね、お金がなくなってそっちになるとか、こううん。いう、なんか極端な感じにはならないと思う。やっぱそこバうん。ランスとって、うん。本当にこうベストな感じでスムーズに移行していくんだと思うから、うん。そう、バランスを取るんだろうなっていう感じしますね。うん。そうそう、そういう感じ。私の中であとだからそのビジョンとしていろんな事業をこう立ち上げていきたいっていうのがすごい来るんうん。ですよ。いろんな事業今サロンやってて、サロンの中でやっぱりもう最初からそういうビジョンがあったんですよね。うん。いろんなこう事業をガーっていっぱいやりたいんですよ。うん。何の事業なのかわかんないけど、でそれがこうなんか社会貢献にやりたいなと思ってたんだけど、うん。社会貢献っていう言葉あんま好きじゃないんだけど、なんていうのかな、うん。なんか生活に根ざしてて、スムーズにが流れるよううん。な、そういうのをね、ずっとやりたいなと思ってうん。て、そうだね、今やる時が来たのかなと思う。サロンの中とか、まあ自分であったり、すごいアイデアも降りてきてます。うん。うん。だからそうそう新しい時そうそう。代っていうのはおそらくね、いろんな、うん。うん。まあ、助け合いの、まあ、時代にもなってうん。くると思うし、じゃあそういうプロジェクトっていうのを、まあ、うん。いろんなアイデアをね、今、サロンでは募集しようかなと思っていて、まあ、うん。そこで、うん。面白いアイデアがあったらみんなで、そう一緒にやうん。ろうっていうこともできるし、ね、ある意味そうそうそう支援をしていそこうっていうのもできるし、なんかそう。ういうう形で、ん。なんか本当にそうそうそう生活に根ざそした形う。うで、ん。新しいうん。時代そうそうへのなんそうそう。かこの、なんかね、そうこう、いいなんですよ。形でうん。橋渡しできるうん。仕組みだよね。それをうん。作っていきたいなとそうそう思いますよね。そうそう。サロンのやうん。っぱり資金とかもそういうものに回していきたいっうん。てずっと思ってたし、うん。あとはそのクラウドファンディングとかうん。を、ビジョンが来てたんですよ。クラウドファンディングとそのサロンの資金とこう合わせて、うん。なんかいろんなものをこう立ち上げていきたいと思ってたけど、うん。これが本当にやる時が来たんだな。なんかそういうのをやっぱ言われたこともあったんですよね。新しあ、そうい、なんですか。だからこううん。事業をやっていく事業家みたいな。うー言われたことん。があって、だからうん。今まで形を売るっていうのを言われて、その時はうん。私すごいスピリチュアルのこうもうそっちを極めたくてしょうがなかったから、うん。全然やりたくなかったから、うん。なんかなんだそれって感じだったんですよね。だうん。けど本当になんかそういうことが今はねやりたいと思う、やりたいうと思うん。し、新しい形でやりたいです。今ないものを作り出したいっていうところのすごい意う欲というん。か、あとアイデアも出てきて、うん。うん。そう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 。だはい。から新しい発想が結構、よしさんも降りてきてるでしょ？いっぱいあるね。で、もうともとなんかいん。ろんな人に言われるのは、あなうんたはだから、うんそういう仕組みをね、新しい時代の仕組みを作る人だよって言われてうん。きたから、まあそういうの仕組み作るのうん。大好きで、うん。うん。だからそれあをちゃんと具体的あ。にちゃんとね、形にするのは好きですよね。うん。うん。うん。形にするのすうん。ごいよね。で、例えばうん。みんまあ、なそうだと思う。だから、今ちょっと、あきこさん声があ、聞こえなくなっちゃっ何？た。あ、聞こえた聞こえた。ちょっと今画面止まってますけどね。聞こえますうん、か？すいま聞こえます。せん。はい。まあ、例えばスうん。ターシードファンっていう宇宙系フリマとかもそうなんだけど、あれはだからうん。本当にその概念としては、あうん。の、まあ、ある意味ポイント的なもの、一回お金からポイントに変えたらば、うんうん。そこで売り買いというか、まあ、ポイント内でやり取りする場うん。合には、まあ、消費税も何もかからないわけであって、
ね、うんそのいわゆるそこでのポイントの中で、コミュニティの中でもそうだし、回っていく仕組みっていう、象徴的な形でね、なかなか不具合とかね、まだこういう機能が足りませんよとかいろいろあるけど、でもそういう一つのシンボルなんですよ、実はね。ああいう形のものが多分世の中にいっぱい生まれてくると思うんですよ、今から。要は自分のスキルをいかに交換し合えるかみたいな仕組みだよね。だから、そういう形もあるし、あとは、なんだろうな、今回ね、宇宙、スターシードカフェでもそうだけど、今までだったらリアルでしかできなかったことを、ね、今、バーチャルカフェみたいなの始めましたけど、そう、バーチャルカフェ。バーチャルカフェ、今度募集するんですけどね。で、そう、バーチャルカフェね。バーチャルカフェ。で、バーチャルカフェとかもそうなんだけど、なんていうかな、今までだったらリアルの場所に集まらないといけなかったんだけど、でも今からだと、そのカフェという空間は確かにあるんだけど、でもバーチャルに、こうやってズームとかでね、集って、そこでこう、お茶会をしたり、飲み会をしたりっていうのはすごい楽しいんですよね、意外とね。あきこさん今やってましたよね。そう、いろんな、そう、つながれない人とつながれるっていう感じだよね。だから、国境も越えちゃうって感じだね。ね。だからそういう新しい時代に、今からの時代に、どうやってね、今までの、なんていうかな、こだわりとか、なんかそういうのもちょっとね、置いて、仕事をしていくかっていうのをね、いろいろ見せていきたいなと思いますよ。あとはその宇宙フェスもね、前回言いました宇宙フェスもそうなんだけど、これもそうですよね。だから今までだったらこの会場にね、たくさん集まってっていうやり方で、さんもね結構いっぱい組んでいたんだけど、今回はね、コロナによって無観客でやりますけど、でもそれの方が実はいいんじゃないかっていう話もね、今さ出てきて。今までだったらね、本当にちょっとなかなかもう会場にも行けませんよっていう人が、オンラインだったら参加できるよとか、ね、海外の人がね、じゃあオンラインでもう気兼ねなく参加できますよとかね、いっぱいそういう人が、参加してもらえるし、で、今までだったらちょっと無理だったゲストの方々が、いっぱい今ゲストがまた増えてきたんですよね。そうなんです、言っちゃっていいんですか？プラスアルファのゲスト。そうですね。プラスアルファのゲスト大丈夫です。まずは誰が行きますか？グレゴリーさん？グレゴリーさんね。そうなんですよ。グレゴリーさんもね、実は参加していただくことになり、出演していただくことになり、で、グレゴリーさんお話もそうなんだけど、ちょっと演奏の方も、っていうか曲の方ですね。そうですね。宇宙の素晴らしい音、またね、やっぱりスターシードって感じですけど、いろんな目を持ってるんだなっていう、その素晴らしい音楽、宇宙空間を作るような音楽を作る方だったんですよね。あんまり知らなかったんだけど。それもやってくれると思いますね。そしてもう一人のあの方も言ってもいいんですか？はい。あの方もお願いします。ちょっとじゃあ、あきこさん、紹介してください。カルマさんっていう、アメリカに住んでる日本人の方なんですけど、ずっとバシャールの通訳をされてた方で、今回のフェスに合わせてバシャールからメッセージ欲しいなと思ってて、なんかそれでやり取りを。ちょっとバシャールからのメッセージは難しかったんだけど、このカルマさん自体がものすごくやっぱり宇宙人と結構つながってたりとか、やっぱりそういうなんかエネルギーが強い人ってやっぱりずっと一緒にやってるから、実際自分自身もすごくチャネルするっていうかエネルギー値も高いし、あとはやっぱりアメリカっていうところで実際そういうものを見てきてるんですよね。スピリチュアルのリアルなスピリチュアルっていうか、で今回はボルテックス、アメリカのボルテックスから何かやってくれるっていう感じで言ってたので、何かの形でスターシップチャンネルかなんかちょっとね出てもらいたいなと思って。なんかね、カルマさん、何でも分かっちゃうっぽいよね、さっきの話。僕この始まる前にね。そう喋ってて、ヨシさんの顔が最初と最近の顔が全然違うとか言って、すごい
仏様みたいになっちゃったけど、なんかあったのみたいな、なんか、なんか、今ね、僕即身成仏状態にね、おかしいですね。なっちゃったみたいですけど、まあ、その辺ちょっとまたね、加山さんちょっと繋がった時に聞いてみようかな。うん、またね。そう、すごい、アメリカも長いんだけど、すごい気さくだし、可愛いんですよ。そう。やっぱりバシャール、ね、バシャールとも、そう、バシャールのね、話をいっぱいしてくれると思う。あとね、まあ、さらにやっぱりもう高次元にね、どんどんつながってるっていうのはすごいですよね。バシャールだけじゃなくてね。そうそうそう、宇宙船とかね。はいはい。そうそう。それでね、まあ今回またちょっと宇宙からのメッセージとして、そうだな。まあ皆さんやっぱり悩まれて今コロナの問題でね、不安な人多いですよ。やっぱりね、今後どうなっていくのか、自分のね、仕事はどうなっちゃうのか、ね、生活はどうなっちゃうのか、ね。で、本当に不安が多い中、やっぱりこの宇宙的な、スターシードとしての、やっぱ高次元からの新しい時代のビジョンをね、もう一回ちょっと、まきこさんからメッセージをもらいたいなと思ったんですけど、いかがでしょうか。新しい時代のビジョン。そう。新しい時代がどういうふうになっていくかってことですね。はい。わかりました。新しい時代のビジョンします。助け合いってくるんですよね。共助け合い、存在しているすべてが調和し合ってお互い助長し合う世界っていうふうになってるから、そういう一人一人にそういうものっていうものをどういうものが素晴らしい世界か、どういう世界が、体験したいかっていうのは、全てがあって、あなたたち一人一人がもうそういうものも分かっているから、恐れる必要は全くないということです。そして、自分のその出している周波数、本当にそれぞれが自分が選んでその体験をするっていう時代になっていってるから、この微妙なズレっていうんですかね、一人一人がどういうところを意図しているか、どういう世界を体験したいかっていうところをしっかりと意図することが本当に大事ですって言ってます。それが現実になってくるから、その自分がこういう例えば不安が多いとかこれから大丈夫かなっていうとこばかり意識を向けてると、やっぱりそういう世界を体験することになってしまう。で、楽しい世界、みんなが、協調してこうなんていうのかな、調和し合える世界になっていくって、そっちの方に行ったらそういう世界を自分が体験するって、そういう簡単な仕組みになってるから、自分自身が意図するところを明確にしていくこと、先のビジョンしっかり見てくださいって言ってます。あなたたちが本当に作りたい世界っていうものを本当に作る時が来てますって言ってるから、一人一人がやっぱりクリエイターであり創造主である、このクリエイターっていうのは架空のものではなくて、この地上でそれをやるときだから、作れるんですよって言ってるのかな。だから自分がこういう世界を体験したいっていうものをもちろん作れるし、それを作るのはあなたですよって言ってるから、その視点でやっててくださいって言ってます。で、不安なところに意識を向けるっていうところももうそろそろ、やっぱり長い期間そこら辺にアクセスしてる人たちもとても多いんだけど、そういう周波数帯にいる人たちもとても多いんだけど、もうそろそろ本当に自分自身が本当に何やりたいか、そしてどういう世界を体験したいかっていうことが現実になってくるから、そこに意識を向けてくださいって強く言ってますね。そういう感じです。はい、本当にこう光の世界、光愛調和の世界っていうのが用意されてますから、何にも恐れることないですよって言ってます。ちゃんとそういう風な世界っていうのはこう私たちが知らないだけでちゃんとこうなんていうのか流れていって、そういう風なものができてきてるから、自分が意図していく、そしてそれを体験していくって言ってますね。はい。はい。そんな感じです。ありがとうございます。やっぱりね本当にこう最近思うのは、これそれぞれ多分違う宇宙生きてるよねっていうのはなんか感じますよね。
感じますね。地球って1個じゃなくて、すごいいっぱいやっぱりあるんだろうね。こう、パラレルワールドがね。なんか、ある瞬間ちょっと変わったよっていう気も最近するときあるんだよね。自分の中の何かが変わったときにね。ああ、すごいですね。私たちって知らずに、そうそうそう、知らずにこうやって行ったり来たりしてるんですよ。この地球じゃないけど、多分こうやっていろんなところを、そう、この数が多分いっぱいあるんだと思うから、どこを意図するか選べますよって言ってますね。私はもうしっかりと意図してますね。楽しいのと楽なのがいいんですよ。それだけ。いいね。その方がいいじゃん。結構いい未来を今ね、ビジョンできてるから、まあちょっと楽しみだなって感じ。作るのは、まあ一人一人、私たちでね、言ってましたから、本当に一人一人が作っていく。その、作る、なんて、パーツっていうよりも自分自身が作るって、そうやって思って生きていくといいよね。自分が作っていくっていう。そうするとやっぱり自分、楽しいよ。大変なこともあると思うけど、その自分の感覚で生きるってことになってくるから、それがハイヤーであり創造主と直結してるんだろうなと思いますね。はい。ありがとうございます。なんかすごいいいビジョンがね、見えてきたなと思いますので、またちょっとこれで、最後にね、ではでは、最高のビジョンをね、最高のビジョンを見ながら、皆様、ではでは行きましょう。はい。それでは、今日もありがとうございました。ではでは。ではでは、ありがとうございました。楽しいビジョン見ようよ。今日見てる私は。楽しいなーってやってますよ。ではでは。